皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、中国の経済発展に欠かせない要素の一つ、スパイ経済について取り上げていきます。スパイ経済というのは、海外からの情報をもとにして経済発展をさせるようなモデルのことを言うのですが、このスパイ経済に欠かせないのが、千人計画です。この千人計画というのは、海外からいかに重要な情報を中国国内に持ち帰るのかということなのですが、これは何も都市伝説ではありません。一般的なニュースとして取り上げられるほどに、中国による組織的な諜報活動というものは展開されているのです。今回はそのことについてニュースから学んでいきましょう。それでは関連ニュースをどうぞ。盗んでコピーする中国。産業スパイ10年間に 1300% 急増。アメリカがテキサス州ヒューストンの中国領事館をスパイセンターと規定して閉鎖し、中国の情報収量範囲と推移に関心が集まっている。アメリカ当局はすでに中国のスパイ活動が危険水位を超えたと見ている。FBI のレイ長官は7日にハドソン研究所の演説で FBI が調査している5000件余りのスパイ事件のうち半分は中国に関連したものと話した。また、中国と関連した産業スパイ行為がこの10年間で 1300% 増加したと話した。中国のスパイ活動対象は軍事情報と先端技術を中心にほぼ全分野を網羅するという。先端 F-35 ステルス戦闘機も中国にエンジン技術の一部が流出したと伝えられた。アメリカ国務省はヒューストンの中国領事館が新型コロナウイルスワクチンの情報流出にも関与したと明らかにした。中国のスパイ活動は過去にもあった。だが最近中国の力がアメリカの覇権に挑戦するほど強くなり、アメリカの対応も鋭くなっている。特に中国がアメリカと西側から盗んだ技術で、アメリカの国家安全保障と企業利益を脅かしているというのがトランプ政権の認識だ。アメリカ司法省のデマーズ次官補は、2018年12月の上院聴聞会で、中国の戦術は盗んでコピーし、他国の製品を中国のものに代替することと証言した。中国のスパイ活動はハッキングだけでなく、革新頭脳包摂、身分偽装など多様な方法でなされる。今年1月にナノ技術の世界的権威であるハーバード大学のチャールズ・リーバー教授がスパイ行為で逮捕され衝撃を与えた。リーバー教授は中国の高級人材誘致プログラムの千人計画に参加した事実をアメリカ政府に隠したまま国防総省の秘密プロジェクトを遂行した。アメリカ上院は昨年の報告書で中国が千人計画を通じてアメリカの研究施設をそのまま再現したシャドーラボを作るなど入手が困難な知的財産を盗み出していると指摘した。中国軍事研究院出身の唐容疑者は人民解放軍での経歴を隠してアメリカのビザ発給を受けた事実が明らかになった。唐容疑者は FBI の取り調べ直後にサンフランシスコの中国領事館に逃走したが23日に逮捕された。第三国国籍者も中国のスパイ包摂対象だ。シンガポール国籍のジュン・ウェイ・ヨウ被告は24日、中国のためにスパイ活動をした事実をアメリカの裁判所で認めた。トランプ大統領は最近の会見で追加の中国高官閉鎖はいつでも可能だとした。5月末には人民解放軍に関連した中国人留学生ビザを制限する布告文に署名した。ロイター通信は3000人ほどの中国人留学生が追放される可能性があると伝えた。記事の中で出てきた千人計画について、またスパイ行為がどのようなものであったか具体的な例について別の記事を参照しましょう。科学者を犯罪に走らせる中国千人計画の正体。アメリカの FBI 長官が中国の千人計画はアメリカなど諸外国の軍事関連などの高度技術を違法に取得する手段だとして厳しい警告を発した。千人計画とは中国政府が海外人材を破格の好待遇で集めて中国の発展に協力させる計画である。FBI 長官は最近の千人計画の参加者によるアメリカの高度技術の不法奪取の実例を挙げて取り締まりの強化を宣言した。千人計画には日本の科学者も参加したと報じられている。アメリカ政府によるその違法性の追及は日本の対中関係にも影響を及ぼしかねない。レイ FBI 長官は千人計画関連の犯罪案件として以下の具体的な事例を明らかにした。
ハーバード大学科学生物学科長の教授チャールズ・リーバーは2020年6月、千人計画への関与を隠した虚偽証言の罪により刑事訴追された。リーバーはハーバード大学とアメリカ国立衛生研究所 NIH に雇用されながら、千人計画を通じて中国の武漢工程大学でも専属の戦略科学者として働いていた。リーバーは千人計画から毎月5万ドルの給料や15万ドルの生活費を得ていた上、中国内に専門の研究所を開設するために150万ドルの資金を受け取っていた。オクラホマ州のアメリカ石油企業に勤務していた中国人でアメリカ永住権を持つ科学者本人タオは千人計画に加わり、その価値が10億ドルにも達する同社の高度技術の秘密を盗んだ容疑で逮捕された。2020年初めに有罪が確定し、現在服役中であるテキサス州で研究活動をしていた中国系科学者のシャンシーは潜水艦に使われる高度技術製品シンタクティックフォーム、軽量かつ高強度の複合材料によるプラスチックに関する秘密技術をアメリカ側から盗んだ罪で2020年初めに有罪が確定した。C も千人計画に応募しており、アメリカの高度技術を消化し吸収して中国の国有企業に役立てることを中国側に約束していた。中国系技術者のハオザンは2020年6月、複数のアメリカ企業から無線機器の企業秘密技術を盗んだ罪で刑事訴追された。ザンも千人計画に関わっていた。この技術はアメリカ企業が開発に20年もの年月をかけてきた企業財産だった。オハイオ州のクリーブランドクリニックで分子医学と循環器病遺伝子工学の研究をしていた中国人研究者チン・ワンとアーカンソー大学でNASA 関連の研究をしていた中国系科学者サイモン・ソー・テンアンは2020年5月、共に詐欺容疑で逮捕された。二人ともアメリカ公的機関から研究資金を受け取りながら、中国の千人計画への参加を隠していた。レイ FBI 長官は千人計画に関わるアメリカでの犯罪事例を以上のように列記し、中国がアメリカに対して不法な知的財産盗用の組織的な活動を続けてきたことを明らかにした。日本人の参加を把握していない日本政府。では日本はどうなのか。千人計画に日本人の学者や研究者が参加したことは中国当局が認めている。2009年9月、共産党中央組織部が千人計画に外国人の学者や研究者204人が新たに参加することが決まったと公表した。その中に日本からの招致も明記していたのだ。日本の国会では2020年6月2日に開かれた参議院財政金融委員会の会議で千人計画への日本の関わりについて質疑応答があった。自民党委員の有村議員がアメリカでの最近の動きを挙げて、日本としての懸念を提起し、政府当局に見解を問うた。日本の学者には、日本を拠点として安全保障や軍事関連の研究をしてはならないという自粛方針がある。しかし、千人計画に加われれば、中国の軍事関連の研究に帰せずして関わるのではないか。という懸念を有村議員は強調していた。だが日本政府当局者は、政府は日本人学者らの千人計画への関わりについては何も把握していないと答えたのである。アメリカの高度技術の不法な取得活動を展開する中国政府組織への日本人の関与が確実なのに、日本政府は実態を何も知らないという、その対応が適切でないことは明確であろう。中国はかねてからスパイを使って欧米から技術情報などを積極的に自国に持ち帰り、それらの情報などをもとにして中国企業の発展に役立てていたというのは非常に有名な話ですが、じゃあその根拠はという話になった時に、今回のニュースというものは非常にわかりやすく、こういったものがありますよ。ほらね、ほらね、これね、といった具合にして様々な例を挙げているのが非常にわかりやすかったでしょう。そして、このことからもわかるように、中国が欧米各国から技術情報などについて積極的に盗み出している。しかもそれらの多くは、確かに中国系の技術者や研究者などによるものですが、チャイナマネーに沈んだ欧米の現地の研究者らも中国側に技術情報などを積極的に渡していたことがわかります。企業の特許であったり、もしくは企業内におけるノウハウ、そして研究者らの成果といったものについては、
なかなかお金を得ることは難しいでしょう。しかし、中国側にしてみれば、10年、20年の研究の結果として生まれたものに大金をはたいても、中国にとってはその歴史の部分について一気に圧縮できて、技術的なジャンプアップができるのですから、一時的に大きなお金を出したとしても、それに見合った国力の発展というものが見られます。また、技術者を招くことによるノウハウの吸収という面においても、出した費用以上の効果というものを期待することができます。中国の場合、この一体何が強みかといえば、何といっても、一民間企業がそれぞれ自分のお金の中でやっている話ではなく、政府が国家の政策として海外から積極的に技術情報を盗み出すということにお金を出して取り組んでいるということです。しかしここで非常に重要なことがあります。たとえ中国共産党が単独でスパイ活動を行って欧米から技術を盗み出してきたとしましょう。しかし中国国内において企業と結託していなければその情報が全く役に立つことはありません。しかし中国の産業が大きく伸びたということから見てもわかるように、中国共産党と国内の企業との間で密接な関係があるからこそ、盗んできた技術が中国企業の発展に役立っているのです。中国の企業だけではなく、中国国内における研究開発についても、欧米と肩を並べているのではないかと言われる分野はいくつかあります。例えば、量子コンピューターであったり、核融合発電についてなどです。これらの分野はなかなか成果を上げることが難しいので、研究者らが資金調達をするのに四苦八苦しています。しかし中国にしてみれば、これらの技術をいち早く実用化することができれば、先端産業分野において圧倒的な地位を築くことができると考えられます。ですから、国家としてのお金というのは、こういった分野については非常に潤沢に注ぎ込むことができます。ですから、この分野において進んでいると思われる欧米なり日本なりから技術や情報などについて積極的にお金を使ってでも吸い出すというのは中国共産党にとってはそれほど痛い話ではないでしょう。もちろん中国は非常に人口の多いところですから、しっかりと教育を受けた人たちによる研究開発などももちろん非常に優秀なのでしょう。しかし、こうしたスパイ活動によって海外からの情報というものをいち早く入手することができれば、そうした人たちにとっても非常に研究開発が進んでいく、はかどったのは間違いないと私は思っています。アメリカが米中冷戦についてしっかりと前向きに捉えて戦い抜くという決意をしたからこそ、こういったスパイ狩りについてもこれからはどんどんと進展していくでしょう。そのこと自体は非常に素晴らしいことだと私は思っています。しかし一方で2つ目の紹介した記事であるように、それに対して日本はどのように備えているのかというのは非常に残念な気持ちにならざるを得ません。日本には対スパイ法などもありませんし、日本国内で活動するスパイをあぶり出すための専門機関などもありません。公安などがその任には当たっているという話もありますが、しかし組織としての規模やもしくは法制度などの不備というものは目を覆いたくなるような現状だと私は思っています。それらについて法律を整備する、そして整備された法律に基づいて専門の組織機関を設けるということは、これからの日本にとって非常に重要なことになるでしょう。さらにもう一つ付け加えるとすれば、それこそ対スパイ法、そして取り締まるための諜報機関などといった話をしましたが、それらは基本的にはいかにして日本の守りを固めるかといった話でした。しかし、もう一段階踏み込んで言えば、そこから攻めの姿勢でスパイ経済を行うというのも決して悪い話ではありません。それこそ世界中にはそれぞれ各国の諜報機関があって、それぞれの国益に基づいた諜報活動というものを行っています。そのような状況で日本だけがそうしたスパイ活動を一切行わないというのは大きなハンデだと言えるのです。日本国内の守りを固める対スパイ法やもしくは専門的な諜報機関を作るといったこともできていない段階で海外展開の活動について言及するのはまだまだ早い話ではありますが、しかしそのような大きな目標を持った形でまずは国内の守りを固め、その上で海外での諜報活動も行うという一つの国策として進めていくべき戦略が私にはあると思っています。中国の千人計画を指して、やはり中国というものはスパイ経済を回しているんだな、なんと卑怯なという指摘をするのは簡単なのですが、それ以上に多くの国において水面下ではそのような諜報活動が行われているという事実について、日本はもっと真剣に考えるべきです。それぞれの国が自国の発展を願い、そのために
水面下での戦いが行われている。日本もその場において参戦するということも、私は日本の発展のためには必要な戦いの一つではないかと考えています。皆さんはこのことについてどのような考えをお持ちでしょうか？ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。